はるかのザリアルジャパニーズポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか？はい。今日このポッドキャストを撮っている日は、2月22なんですね。222なんですけれども、はい。何の日か知ってますか？知ってる方いらっしゃると思うんですけれど、2月22日は、私の誕生日になります。はい、おめでとうございます。はい。このポッドキャストを聞いてる日はね、多分もう2月22日終わっていると思うんですけど、今日はなんと私のお誕生日。はい。です。自分からアピールしに行くスタイルです。はい。今日はね、この後、友達と横浜に行って、横浜のちょっといいホテルで、一泊して、中華街とか、ちょっと観光して、夜は、YouTuber の、知ってる人いると思うんですけど、ビントロールのしるこさんっていう人と、リモーネ先生っていう人の、生ライブがあるんですよ。おたかつします。はい。それのね、チケットが当たって、横浜であるんですけど。はい。そのゲームのね、実況をしてる YouTuber の2人なんですけど、その2人のイベントに行きますので、今日は、前日からね、友達と一緒に、はい、過ごしたいと思います。はい。で、横浜の話については、ペイトリオンのブログで、報告というか、何したか書こうと思ってるので、もしよろしければ見てくださいね。はい。今日私誕生日なんです。でもそれが別に大切なわけじゃないんです。はい。今日は2月22っていうのは私の誕生日の他に、猫の日って言われてるんですよね、日本では。猫の日。はい。猫好きな人、いっぱいいますよね。はい。で、なんで猫の日かというと、日本で猫の鳴き声っていうのは、にゃーなんですよね。にゃー。なので、にで、222だから、にゃーにゃーにゃーで、今日は猫の日になります。はい、よく考えるよね、日本人はね、こういうこと。はい。で、しかも今日は2022年の2月22日なんですよね。うん。はい。お気づきだと思うんですけど、2がいっぱいあるんですよ。2022年2月22日。っていうことで、今日はすごく特別な猫の日らしいです。なんていう日かわかりますか？特別な猫の日。もうね、次来るのは、200年後ですよね。2222年になるしかないんですけど、こんな特別な2だけの日。はい。名前は、スーパー猫の日というらしいです。はい。名前ダサすぎない？スーパー猫の日だって今日。ね。いや、もっとあったでしょって。スーパーって。ね。はい。もっとあっただろうと思いますけれども、とりあえず今日はスーパー猫の日ということで、いろんなところでその猫のグッズが売ってたりとか、やってるみたいですよ。はい。そんな感じで、日本には、変な記念日っていうのがいっぱいあるんですよ。はい。例えば、2月22が猫の日であれば、じゃあ犬の日はいつでしょう？皆さん想像できますか？はい。猫が、にゃーにゃーにゃーで222でしょ？はい。じゃあ犬は何だと思います？皆さん想像してみてください。はい。はい。正解は、1月11日が犬の日になります。はい。分かった方いますかね？犬はなんて鳴くか。はい。日本では、ワンですね。ワンワン。で、ワンワンワンだから、1? ワンでしょ？ 1 って。はい。だから111で、1月11日は犬の日らしいです。はい。面白いですね。うん。はい。あとは、
11月29日。これもすごく有名なんですけど、何の日かわかりますか？ 11 月29日。はい。これ何の日でしょう？かなりこれは有名ですね。はい。正解は、いい夫婦の日。いい夫婦の日ですね。はい。11月20、29じゃないや。22日ね。ごめんごめんごめん。11月22です。すいません。はい。なんでいい夫婦かというと、1111はいいですよね。いい、11、いい、いい。で、夫婦は、2っていうのを2つって言ったりしますよね。2日とか2つのこの夫が2つありますから、いい夫婦、11月22、いい夫婦の日。ということで、この日に結婚する人とかお祝いをする人、夫婦でデートに行ったり、ディナーに行ったりする人はめちゃくちゃ多いです。はい。私の友達も多分5人ぐらい、この日に、結婚しました。いい夫婦の日。面白いですよね。まあ覚えやすいし。はい。うん。まあこんな感じで、他にも毎月29日は肉の日って言われてますね。29日、肉の日。で、肉の日は、例えば焼肉のお店とか、焼き鳥のお店とか、肉が置いてあるレストランに行くと、安くなってたりする。ですよ、肉の日。はい。まあ、私は昔、その肉を扱っている居酒屋で働いていた時は、毎月29日は肉の日で、安かったので、結構お客さん来てましたね。はい。まあそういうね、まあ、そういう日にちを作って、まあ結局はね、そのマーケティングとか、経済的なね、宣伝のためなんですけれども、まあ面白いなと私は思います。はい。で、2月14日はバレンタインでしたけど、日本では、チョコレートの日でもありますね。2月14日は。はい。で、私はちょっと面白い、そういう日本の記念日を、はい、ちょっと探してきました。まず、1月6日。これ何の日だと思います？ 1 月6日。うん。はい。これ中国語の人だったらわかるかもしれないですね。これは枕の日です。枕の日。さあ、何でしょう？ 1 月6日、枕の日。マジでこれは本当に頭おかしいと思ったんですけど、枕を英語で言うとピローですよね。ピローと呼ぶことから、1をピン、6をローって呼んでピロー。で、枕の日と言いますね。はい。まあ何のことどういうこと？ 1 をピンで6をローってどういうことって思うかもしれないんですけど、これって中国語っていうか、私が知ってるのは麻雀の言葉。麻雀で1ってピンだよね。で、6ってローじゃない？はい。中国語なのかな？中国語でそうやって言う？ちょっとわかんないんですけど、もしわかる方いたらコメントで書いてほしいんですけど、そういうことで1月3日枕の日。はい。まあ、日本語全く関係ないですよね、これ。だって英語で言うとピロー、で1をピン、6をローってこれ中国語ですよね。はい。マジ意味不明ですよね。はい。じゃあ次。2月13日。うん。先週ですね、2月13日。これ、銀行強盗の日らしいです。はい。銀行強盗の日。いや、こんな記念日作っていいのって思いますけど、何を祝うんだって話ですけれども、なんで2月13日が銀行強盗の日かというと、アメリカの伝説的な犯罪者、JC ジェイムズが1866年2月13日に世界で最初の銀行強盗に成功したことからということですね。いや、この記念日ダメでしょ。ね、銀行強盗は良くないですよ。はい。JC ジェイムズさん。しかもこれアメリカ人ですよね。はい。日本全く関係ない。はい。じゃあ次。2月29日。2月29日ですね。2月っていうのは28日まで。で、4年に1回29日がありますよね。はい。これ、ウルー年って、日本語でも言うんですけど、今年はウルー年じゃないから28日まで。うん。なんですけど、この2月29が来た時。
はい。これは何の記念日かというと、円満離婚の日。えはい。円満離婚の日らしいですよ。円満っていうのは、何も争いもなく、お互い幸せに離婚する日。意味不明ですね。はい。3月は1年で最も離婚の数が増えると言われているんだそうです。へえ、なんでだろうね。へえ、面白い。3月。やっぱ日本だと、その4月から新しい年だから、3月までに終わりにしようと思うのかな。はい。で、その前日、2月29日、4年に一度しかないうるう年、はい、のこの日に、改めて夫婦の、なんていうの、夫婦の気持ちや、離婚の問題などを考えようっていうので、離婚の日になってるらしいですよ。それで離婚しないように考えようってことだよね。3月の前の日に。なのに、円満離婚の日なんだね。ちょっと意味不明なんですけれども。はい。とかね。はい。あとは4月23日はビールの日。はい。これもね、全く日本関係ないですけれども、1516年4月23日、ドイツでビールができた日。ということで、日本でもビールの日になってるらしいです。4月23日。はい。関係な。で、次、4月28は渋谷ギャルの日。これ面白そうですね。渋谷ギャルの日。なんで4月28日かというと、4で、2はさっき2つとか2日のふなので、渋、ふ、ぶ。で、8、8つとか嫌なので、4、4、ぶ、2、や、8。で、4月28日は渋谷ギャルの日。はい。もっと渋谷のギャル文化を世の中に広めていこうという日らしいです。誰が作ったねってね。でも、渋谷のギャルは最近減っていますので、いいかもしれないですね。はい。面白い。いろいろあります。はい。他にもね、いろいろあるんですけれども、一応、毎日何かの記念日だそうですよ。はい。今日は猫の日ですけど。で、一番多いのは11月11日っていうのがいろんな日がありまして、1111。はい。日本で一番有名なのは、ポッキープリッツの日。ポッキーとプリッツっていう、なんかスティックのお菓子があるんですね。はい。その日です。はい。完全に企業のマーケティングの日ですね。はい。ポッキーを食べようねっていう日なんですけれども、11月11日のこのポッキープリッツの日は、韓国でも、同じような日があるようですね。はい。考えることは一緒ですね。はい。で、11月11日はサッカーの日でもあるし、なんか、もやしの日でもあるし、靴下の日、鮭の日、なんかいろいろあるらしいですよ。はい。そんな感じで日本にはなんか毎日毎日いろんな記念日があるから、これをなんか毎日チェックしてたらなんか楽しいよね。今日はこの記念日だなとか。ね、例えば1月6日は枕の日だから、なんか新しい枕にしようとか、枕を選択しようとか、枕に感謝しようって思えるのかもしれないですね。はい。皆さんの国ではなんかこういう面白い記念日ありますかね。もしよろしければね、教えていただけたら嬉しいです。はい。じゃあ今日はこんな感じで、日本の変な記念日のお話でした。はい。今日話した話、また、トランスクリプトを作りますので、ウェブサイトをチェックしてみてください。あとは、Twitter、Instagram、YouTube、こちらのフォローもお願いいたします。はい。あと、Patreon。はい。最近結構 Patreon で、日本の面白い記事をシェアしたり、ブログを書いたりしていますので、ぜひ、興味ある方、メンバーになってみてくださいね。はい。で、Patreon メンバーでレッスンができるメンバーもありますので、はい。もしよろしければ、はい、こちらお願いいたします。はい。他に何かありましたっけな。
ないね。はい。じゃあまた、リクエストもお待ちしておりますので、お願いします。はい、じゃあ今日はこんな感じで、また次回。さようなら。